ついに再開されるようですね。ジプニー。このチャンネル見られている方というのは、フィリピンにね、家族がいたりだとか、友人がいたりだとか、もしくは住んでいらっしゃる方っていうのが一定数いるかと思います。で、私もね、そんな一人で、フィリピンにはね、大切な人がいるわけなんですけど、最後に訪れたのが、もうね、3月の頭だったので、すでにね、3ヶ月以上がもう経つわけなんですね。もうその景色を見ていないということなんですけど、特有のですね、交通機関に乗った時に釣り銭をね、手渡しをしていくっていうね、ことがあるんですけどね、そういった体験ももうね、3ヶ月以上ないわけなんですね。これね、ジプニーの話なんですけど、一応ご存知ない方のためにですね、ジプニーとは何なのかっていうことをご紹介するとですね、フィリピン全土に見られる乗り合いタクシーのことなんですね。現地の方の足として各地をくまなく結んでくれてる非常に便利な乗り物なんですが、見た目がね、結構奇抜なんですよ。もう剥き出しの外観でね、ドアがないわけなんですね。で、乗る方としてはね、信号待ちとかでね、止まってるところを見計らって、ささっと乗り込むわけなんですね。でジプニーの初乗りっていうのが、だいたいね、7ペソぐらいなんですね。なんで日本円で言うと15円ぐらいで乗れてしまうわけなんですよ。で支払い方がめちゃくちゃ特徴的なんですね。お客同士でバケツリレーみたいな感じでですね、運転手に手渡していくんですね。で運転手が釣り銭をね、また逆のバケツリレーで、自分に戻してくれるというね、こんな感じになるわけなんですよ。で、初めてね、乗った時って、このシステムって本当にちゃんと回んのかって、僕ね、思いましたね。で、意外とね、ちゃんと回ってるんですよね。性善説に基づく仕組みということなんですね。そのお客さん同士でね、金銭の、手渡しというか、バケツリレーがあるわけなんですが、結構ね、ちゃんと回っているんですね。なんですけど、時にはね、ひったくりなんかには、注意が必要で、なんでかっていうと、ドアがないものなのでね、開けっぱなしになってますので、外から取られちゃう可能性があるので、僕もね、一緒に乗る相手がいるんですけど、絶対ね、注意されるわけなんですよ。もうスマホはね、出すなとか、バッグのね、ファスナーちゃんと閉めなさいよと言われながらね、恐る恐る乗っているわけなんですが、ここまでね、話をして、もうお察しの方は多いと思うんですけど、そうなんですよね。ジプニーってめちゃくちゃ密なんですよね。だからね、ドゥテルテ大統領がロックダウンを命じた3月にいち早く禁止された乗り物でもあるわけなんですよ。で、そんなフィリピンが6月初旬からですよ、段階的にロックダウンが緩和されていって、街中にはね、タクシーだとかね、バスだとか、グラブとかね、戻ってきてはいるんですけど、ジプニーっていうのはね、結構先送りになってたわけなんですよね。で、そもそも、このジプニーはですね、フィリピン国内においてもですよ、過去の遺産みたいな見方をされてる、ね、一部ね、そういう傾向もあるわけなんですね。その理由は環境に悪いからってことなんですけど、排ガスの問題だとか、あとね、騒音もね、結構激しいんですよね。これフィリピン行かれた方、住まわれてる方ってもよくよくご存知なんですけど、めちゃくちゃうるさいです。で、このね、復活に反対する声なんかもあるみたいなんですけど、それでも現地の人の足になっているのは間違いなくて、おそらくこのね、今回のジプニー解禁っていうのを待ち望んでいらっしゃる方っていうのが、相当ね、多いんじゃないかなというふうに思います。ということで、このね、復活のレギュレーションに関して今回はね、皆さんに報告をさせていただくんですけど、そもそもマニラ周辺を含めてフィリピン全土というのは、6月1日に GCQ と言われるですね、ロックダウン解除に踏み切っていたわけなんですね。フィリピンの運輸省が発表していた段階的な運輸手段の再開っていうのがありました。これね、いくつかフェーズが分かれてるんですけど、まずは6月1日から21日までの、これフェーズ1と呼ばれるものですけど、鉄道、バス、タクシー、グラブカー、自転車とかね、このあたりが解禁になっていくと。で、その次フェーズ2っていうのが6月の22日から30日までの間で、PUV と呼ばれるね、新型ジプニーっていうんですかね。あと UV エクスプレス。こちらね、解禁になっていくと。このフェーズ2の一部で、このね、ジプニーって言葉を目にするんですけど、これは我々が思ってるジプニーではなくて、日本でいうとこのどうですかね、小型の公共バスみたいな、そんな感じですね。で、このね、新型ジプニーと言われる PUV なんですけど、スマホアプリで、
キャッシュレスでね、決済をするわけなんですよね。で、感染防止の目的で、一席ずつ空けて座らなくちゃいけないとか、こういったね、レギュレーションがあるわけなんですよ。で、これ一見すると、めちゃくちゃ合理的だよなっていうふうに思いますけど、さすがにね、この短期間でキャッシュレス決済っていうのを普及しきるってことはね、やっぱ難しいんじゃないかなというふうに思いますよね。あとは大渋滞、大混雑が基本のメトロマニラですので、一席ずつね、空けて座るっていうのは、どう考えても、こうね、輸送能力という意味では十分ではないですよね。あとは、新型車両ということで、価格も高めだと思いますので、従来のね、ジップニードライバーさんっていうのが戻る場所としては、今のところね、イメージ湧きづらいんじゃないかなというふうに思いますよね。もちろん、長期目線で見れば、メトロマニラ周辺の未来っていうのは明るいんじゃないかとは思いますよ。どんどんね、便利になっていくってことなんですけど、それでも、それをね、達成するまでの間には、最低でも年単位の時間っていうのはかかるわけですよね。それで徐々に普及していくというものだと思うんですが、そんな中でですね、やっぱり出ちゃいますよね。ジプニードライバーたちの悲痛な叫びが上がっていたみたいなんですよ。で、それはね、無理もないと思いますよ。営業停止がね、もはや3ヶ月続いているわけですから、で、その日暮らしだった人たちですよ。ジプニードライバーさんっていうのは。その方々がね、さらにこう無収入のね、期間に突入していくわけですから、もうこれはね、尋常じゃないということで、おそらくね、こんなやりとりがあったんだと思います。3月のね、政府から言われるわけですよ。僕がね、政府だとすると、お前ちょっとこっち来いと。お前らちょっとこれからね、密を避けなくちゃいけないんだよ。3密ってお前知ってるかおいってね、言われるわけですね。で、ジプニードライバーからすると、なんだかよくわかんないですけど、ウイルスね、大変そうなんで、わかりました。再開はいつになりますでしょうかね。で、政府がね、こう答えるわけですね。とりあえず、1ヶ月ロックダウンするから、我慢してくれと。マジっすか。1ヶ月っすか。厳しいけどね、仕方ないですよね。わかりました。ということで、ここでね、貯金もない中でなんとかやりくりして時間を過ごすわけなんですよね。ドライバーが続けるわけですよ。もうなんとか1ヶ月耐えしのぎました。どんな感じですか？で、政府がね、こう答えますよ。お前ら感染者の数お前見てないんかと。もうそれどこっちはね、それどこじゃないんだよと。ロックダウンは延長に決まってんだろうと。で、ドライバーね、もう固まるだけですね。もう言葉をね、発することができないというわけなんですね。で、ドライバーさんもね、お家に帰って、もう、母ちゃんごめん。営業再開できないみたいなんだよと。でね、母ちゃんこう答えるわけですよ。あんたどうすんのよ。もう子供たちもいるし、なんとかしてよというね、絶対絶命の中で時間だけが過ぎていくと。やばいっすよね。でね、政府がようやく口を開けるわけですね。6月1日になりましたと。フィリピン国民の皆さん、ね、ロックダウンこれから解除していきますよ。ジプニーのね、復活も段階的にやっていきましょうというわけなんですね。で、ジプニードライバーからすると、ついに来ましたね、その時がと。待ってましたよ、復活の日。ね、政府が言うわけですよ。そうですね。新型ジプニーで復活をしていくんですけどね、と。で、もうドライバーはね、もう絶句というね、もう言葉を発することはできないという、こんなね、状況なわけなんですよ。でね、この結果、どうなったかっていうと、路上でですよ、物乞いをするドライバーさんが続出をしているというニュースが、特にね、6月に入ってから多く目にしています。おそらくそれまではね、再開を待ってたんだとは思いますよ。なんとか切り詰めながら。なんですけど、政府から出た情報っていうのは、近代化された新型の PUV で、従来のジプニーとはもう似ても似つかないものにですね、新型ジプニーっていうふうに呼んで、再開を試みたわけなんです。で、もちろん車両取得には大金が必要ですので、これまでのね、ジプニードライバーがそのままね、PUV を使って仕事継続できるかっていうと、もうそれはね、遠い未来ですよね。全然現実的じゃないということで、そんな感じだったんだと思います。で、その反面で、フィリピン政府の中でも相当な葛藤があったんだと思います。ね、PUV っていうのはね、現時点ではもう数がね、圧倒的に足りないということがもう分かりきってますんでね。で、メトロマニラ周辺ではもう通勤される方々のね、足が
ないわけですよ。なんで、徒歩でね、2時間かかって職場に通い始めてるっていう方もね、こうニュースでね、いくつか見かけましたし、あとね、もうなんといってもジプニー組合からね、反対運動も起きてるということで、こんな背景もありまして、ちょうどね、先日報道がなされたわけです。ジプニー30路線で、再開というニュースがね、直近で報じられているわけなんですが、こちらはですね、フィリピン政府が発表している内容になりますので、実際にどれだけの規模になるか、ちょっとね、わからないんですけど、マニラ首都圏の一部で再開されるっていうのは、間違いなさそうですよね。そのね、旧型の、これまでのね、ジプニーのスタイルで、営業再開されそうだということなんですね。あと、UV エクスプレスっていうね、見た目はバンなんですけど、ジプニーみたいな感じで地元の方々のね、足になっている交通手段があるんですが、こちらに関しても一部復活されるということみたいですね。で、本日の話っていうのは以上なんですけど、このね、パンデミック対策に追われるフィリピンが多くの葛藤の中で物事をね、少しずつ段階的にでも前進させようとしているというね、こういう様子が見て取れるんじゃないかなと思います。これが良い結果につながってくれるということを願いつつ、本日の動画を締めさせていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。